世界一わかりやすいレベッカの要点解説です。使い方の実演、解説の順でご紹介します。まずは早速使い方を見てみましょう。変装スキルで入場。通常攻撃連打。通常攻撃ボタンが光ったら長押しして銃撃。共鳴解放。通常攻撃ボタン長押し。長押しボタン消えたら音外スキル。収装スキルで交代。これで OK です。アタッカーの中では過去一シンプルかも。それでは解説です。一番大事なことを先に言っちゃうと、レベッカはルーシーとの相性最高、銃撃アタッカーとの相性もまあええよ、まあそれ以外の人とも組んでもええけどねのサブアタッカーです。なんでそういう差が出てくるのかって話の前に、まずは基本的な流れをおさらい。変装スキルで入場すると自分自身に攻撃力アップのバフがかかりますが、まあどうでもいいです。レベッカにはゲージが2つあって、下のゲージがなんか増えたり減ったりして、これが攻撃力アップに関連するゲージなんですけど、まあ普通にキャラを使ってる分には普通に攻撃力アップの恩恵を得られるので気にしなくて OK です。続いて通常攻撃ボタンを連打することでゲージを貯めていきます。ゲージが溜まったら通常攻撃ボタンが光るので長押しすることで銃撃を発動させます。このあたりで共鳴回路がマックスになって共鳴解放が使えるようになると思うので使います。もしマックスになっていなかったら適当に通常攻撃を連打して共鳴回路を貯めましょう。共鳴解放すると勝手に攻撃してくれるのでほったらかしたくなる気持ちになるんですが、実はボタンを連打か長押しすることでより強力に攻撃ができます。適当に長押ししてましょう。死ね死ね死ね言って打ち終わったら余ってる音外スキルを使って収装スキルで交代。収装スキルの効果は妙に多彩で敵に継続ダメージを与えるほか、次のキャラに 15% の全ダメージブースト、加えて最大 35% の銃撃ダメージブーストを与えます。だから冒頭言った通り銃撃アタッカーと相性がいいってことですし、もし銃撃アタッカーじゃなくても 15% のダメージブーストがあるから誰と組んでも最低限の動きをしますよっていうことです。ちなみに最大 35% の銃撃ダメージブーストって言ってるのは時間経過で尻上がりにダメージブースト量が増えるからです。ちょっとここの仕様が微妙にうざくて、私が読み違えてなければバトンパスされた次のキャラは14秒間は 15% 全ダメージブーストで、同じく14秒間徐々に銃撃のダメージがブーストされます。14秒後はブースト量マックスなんだけど、その瞬間ブーストの効果も切れるっていう感じ。だから銃撃ダメージブーストを当てにする場合、次の銃撃アタッカーはすぐ強力な銃撃を使うんじゃなくて、14秒経つか経たないかぐらいのところで強力な銃撃ダメージを出す必要があります。めんどくさい。レベッカの流れは以上です。で、ここまでで説明しきれてない要素が一つ。じゃあ、ルーシーと相性がいいのはなぜなのか。ルーシーも銃撃アタッカーなので相性がいいのは間違いないんですが、その辺の銃撃アタッカーよりもさらに相性がいい理由が大きく2つあります。一つ目、ルーシーだけ銃撃ダメージブーストがいきなり最大になるから、14秒間ずっと 35% の銃撃ダメージブーストを得られるっていうことですね。二つ目、ハックダメージの存在。乱暴に言うと、進撃強化の仕組みとほぼ同じです。進撃強化のおさらいですが、例えば、共鳴モダリティ、進撃強化を選んでる輪廻、でも誰でもいいんですが、敵に適当に攻撃すると、進撃強化オフセットデバフという、次強化破壊されたらデバフつけるからなという意味の予告デバフをつけられます。で、その予告デバフがついてる敵を誰でもいいから強化破壊すると、予告通り、進撃強化インターフェアというデバフが相手につきます。で、このデバフがつくと、輪廻はレスポンスする形で、敵に進撃強化ダメージ扱いの追加ダメージを与えられるという特性を持っていました。これと全く同じです。レベッカは敵に適当に攻撃すると、ハックオフセットデバフという予告デバフを与えられます。この状態で敵を強化破壊すると、予告通りハックインターフェアデバフを与えられて、レベッカはこのデバフにレスポンスする形でハックダメージ扱いの追加ダメージを与えられます。で、これはルーシーの効果の話になっちゃうんでさっと済ませるんですが、ルーシーは自分以外の誰かがハックオフセット、要は予告デバフをつけた時に、その人にダメージブーストのバフを乗せる効果があります。つまりレベッカにバフ乗っけられるってこと。結果、ルーシーとレベッカでお互いよだめを上げられるので相性がいいっていうことです。ちなみにこのレベッカのハックうんちゃらとこれまでラハイロイ組で散々出てきた進撃強化うんちゃらやら密集強化カンチャラっていうのは共存できません。なのでレベッカはラハイロイ組とはやや相性が悪めです。ルーシーがいればルーシーと、いなければオーガスタやガルブレーナ、キエンなどのリナシータ以前の銃撃アタッカーと組み合わせましょう。ただしサポーター枠については例外的にモーニエとは相性が決して悪くありません。なぜならレベッカは強化破壊してハックダメージを与えるのが主体になるんですが、モーニエは共鳴
命解放によって不協和値蓄積効率を上げる効果を持っているので、より不協和値が溜まりやすくなる、より共和破壊しやすくなる、よりハックダメージを与えられるようになる。ちゃんと言うと、ハックダメージを与えるための回転率が上がるっていう意味で相性がいいってことです。ただし、モーニーの醍醐味である8秒間の 40% ダメージブーストっていうのは、進撃共和や密集共和のギミックで発動するものなので、レベッカと組むと一切恩恵に授かれません。なので、レベッカとモーニエ相性が悪いわけじゃないんですけど、何かと各編成で人気者のモーニエを積極的に引っ張るほどかって言われたら微妙なので、いつものショアキーパーなりベリーナなりのサポーター活用も検討しましょう。最後に2点ほど細かいレベッカの補足。1つ目、本当はレベッカはハントレスモードとガッツモードの2種類があって、共鳴スキルを押すことで切り替え可能です。共鳴スキルを使うだけでもここのゲージはそこそこ溜まります。で、本来は変装スキルで交代した後、通常攻撃を1、2、3段目と打って共鳴スキルを使うと、ここのゲージがぴったりマックスになるので、運営が想定している使い方はおそらくこうな気がします。ただ、初心者からすると、通常攻撃1、2、3段目を打てと言われても、どこまでが3段目やねんって混乱しちゃうので、だったら無理に共鳴スキル使わずに通常攻撃連打することでもゲージは貯められるので、共鳴スキルガン無視して通常攻撃連打しちゃおうという考えのもと、この回しをご紹介しました。で、もう一個、タクティカル回避という特殊回避コマンドについて、レベッカは攻撃中に指定のボタンを押すことで回避しながらも対象に攻撃ができます。で、回避に成功するとさらに追加ダメージを与えられます。基本的に使い得なのでどんどん使っていきましょう。解説は以上です。なお、おすすめ音楽とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっちを見ようの精神で割愛します。いかがでしたでしょうか？名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向きに動画を作りました。レベッカと相性がいいルーシエやモーニエの分ももちろん作ってますし、今後実装するキャラも基本的に同じようなあっさり味の攻略動画を作ってまいります。今後のキャラの解説動画やストーリー感想動画の方もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見感想をぜひコメントください。お次なし。